はい、おはようございます。RC926 のブースの方にやってまいりました。ありがとうございます。RCDC 審査員お疲れ様です。はい、ありがとうございます。やっと今日から始まりましたね。そうです。今日で3日目ですかね。はい。3日目です。はい、だいぶ体の方は疲れてますけれども、選手の皆さんこれから頑張ってもらいたいと思いますので、今日もブースの方ですね、また紹介させていただきたいと思います。まだちょっと発売してないんで予定の商品なんですけど、はい、これはですね RDX のモーターマウントですね、ここのパーツです。でこれちょっと製品版にまだなってないんですけど、材質が64チタンです。チタンはアルミより比重重いんですよ。これね、うまく映るかな、この焼き色具合とかが映ったらいいんですけど、今回はちょっとあえてそういった部分の、他のメーカーさんがあんまりやらなそうなところをちょっと取り入れてやってみようかなというところで、一応64チタンのナット自体はすでにナットはですね、こちらね一応先行で発売されてます。チタンナット、これは普通のロックナットタイプですね。これちなみに、効果とかはですね、ド S アップって言った方がいいかもしれないですね。なるほど。普通のアルミのナットに比べればだいぶ値段が5倍ぐらいするんで高価かもと思いますけども、合成が違うよね。そうですね、その辺もあるんですけれど、基本的にはね、そこまで違いがね体感しにくいかなとは思うんですけれども、組むとこんな感じになりますということで、ちなみにこれはこっちセレートタイプで、これが発売予定の商品です。でこれもちょっと今装着しているのがフランジの部分が大きいタイプで、これのフランジが小さいタイプも一応予定してまして、これに関してはフランジの小さい方と大きいので、小さい方のがやっぱり面圧かからないので、フロントに使った方が抵抗感なくていいかなと。なるほど。リアはフランジ大きい方のがしっかりと捉えて蹴り感が上がったりレスポンスが上がるっていうところで、その今僕の方は両方前後同じフランジ大きいのをつけてるんですけども、個人的にはフランジ大きいのをわざとフロントにつけることで、フロントのしっかりとした手応えというか、インフォメーションを上げるっていう目的でちょっとこういうの、この辺はどれが正解っていうよりかは自分で使ってみていいのが正解なんじゃないかなと思います。セッティングの一部ですね。そうですね。これは一応ベース RD2.0 なんですけども、これ横尾さんの SD2.0 とか今度発売する SD3.0 なんかもですね、対応しているモーターマウント、こちらも一応同様に発売予定だったんです。なるほど。合成も上がる。そうですね、その辺も変わってくると思いますので、モーターのところのその合成上げるとなんか効きそうだね。実際のところアルミで組んだ状態でそこまではないと思うんですけど、こうやってねじった時っていうのは、やっぱりモーターのトルクでここの合成ってやっぱり影響生きてくると思うんですね。結構ねじれますよね。そこの部分のしっかりとしたリニアダイレクト感っていうところが変わってくるかと思います。あとはですね、今回新しいものっていうのは特にないんですけれども、やっぱり RCDC ですから、レギュレーションでやっぱり重量ありますよね。例えば RDX であれば装着してるんでちょっと見にくいんですけども、こちらですね、ノーマルプラスチック製の樹脂の、トップデッキなんですけども、こちら真鍮製のトップデッキですね、こちらにすることでかなりウエイトを稼ぐことができます。他にもですね、パーツによって例えば横尾さんの車であればこういったウエイトのプレートですとか、こちらガルムですね、こういったんですがちょっと前から発売してますけども、こういったもの等でですね、マスバランスを崩すことなくですね、ウエイト調整も可能になったりします。あと今回ブースの方はですね、もう前からずっと発売してますけども、六角のホイールナット、カラーバリエーションもこれだけ豊富にありまして、34567ミリ厚とあります。レバーのこちらですかね、タミヤさんの TILF ダンパーの形軸と、これいいんですよ。値段もリーズナブルでこういった形でラインナップしております。でもちろんそれに伴ってスプリングカップですね、こちらもこちらがノーマル1ミリダウン、2ミリダウン、3ミリダウンと、そしてこちらもカラーバリエーションを豊富にご用意してますので。こんなにいっぱいあるんだ。早く言ってくださいよ。全然知らなかった。こんないっぱいあるって。で実はですね、あとはこちらですね、これローディング系のマシンですね、ロールさせたシールで、こちらに装着しているこの長いローディング系の専用のスプリングなどもこちらにラインナップしてます。スプリングは45から55ミリまで選択可能になっております。あとですね、実はですね、ちょっとね事情はあるんですけども、これまだね実際に市場には出てません。こちらにちょっと見えると思うんですけど、ドリフトスプリングの28って書いてあるんですけども、これ当時もう十数年前ですね、からうちの方ではこのドリフトのスプリングステンレスのこういったタイプの発売してるんですけども、当時実はちょっとお蔵入りになりかけたものがあったのを、今引っ張り出してですね、で実際に使ってみたら最近の P タイル路面、非常にこれ相性良かったので、こちらをちょっとですね新たにご用意しようかなというところで、今回の RCDC 先行販売ですね、今月中には発売の予定で準備しておりますので、もしよければ、実際に動画を見てられる方が市場にで回ってですね入手できるタイミングになったらいいんじゃないかなと思っております。他にもね細かいのパーツあるんですけれども、今回主だったところでそういうところと、あとはやっぱり多いのは今これがやっぱりよく売れてるところです。RDX 用のですね
アルミのスプールカップですね。ノーマルのプラスチックの樹脂からこちらのアルミ製のものに変えてもらって、あとこちらの間にですね、ヨコモさんのですねプロテクターですね、白と黒があるので、そちらもフィーリングまた変わったりするので、これにすることでですね、ノーマルのプラスチックのものがリニア感、ダイレクト感があるんですけれども、こちらの方のがスムーズな動作があることで旋回特性が非常に上がります、ソリッドなんですけれども、それこそボールデフとかギアデフを組んだような滑らかな旋回が得られるので、こちらも今非常におすすめとなっております。なるほど。あとこの辺のねサラバッシャだとか、そうですね、この辺のところですとか、あとはこれガルムのベルトですとか、こちらも150ミリですとガルムのノーマルサイズで、あとはトップレーサーのベルトコンパにも使えますね。あとは細かいところでこの辺のオーバーフェンダー用のビスですね、あとはこの辺のサーボを止めてるところのこちらの、ブッシュですね、ちょうど見にくいんですけど、ここに白いのが見えたらなんですけど、これ使うことでサーボをしっかりと固定できるので、ステアリングのかっちり感、レスポンスが上がるかなっていうところですね。結構ないとよれるやつもありますもんね。そうなんですよ、でトルクが結構今多いサーボが多いですので、ネジしっかり止めてもずれちゃったりすると思いますので、これ使うことでしっかりと固定できますので、値段も手頃なので、もし気になる方はですね、そんな感じでいろいろとありますが、また新しいパーツなどもですねこれから展開したいと思いますので、これからも安心気力よろしくお願いいたします。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。